皆さんこんにちは、ゆきです。剣士協定の一番難しいモード、革新協定のクリア例です。剣士協定はゲームシステム上ランダム性がかなり高くなっているので、必ず同じようにクリアできるとは限りません。あくまで一つのクリア例としてご視聴お願いします。革新協定を攻略するためのシルバーアッシュ戦略ガイド。この戦略の目的はゲーム終盤の難所に入る前にできるだけ早くクリアすることです。基本の流れ、シルバーアッシュ戦略を選択。シルバーアッシュ戦略の解放条件は、クリア時のオペレーターラインナップにカランド貿易のオペレーターが4人以上含まれているのが条件で、一番簡単なモード、指導協定では解放されないので、原型協定で解放してください。補給レベルが上がるたびに現在のレベル以下のオペレーターを1人ランダムで招集できます。カランド貿易所属のオペレーターが優先されるのも特徴です。例えばレベル1からレベル2に上がった場合、レベル2のマッターホルンなどを1人獲得できます。画面上部の HP バーに注目。黄色い数字は敵の HP で、緑の数字はプレイヤーの HP です。敵の HP が0になるとその時点でゲームクリアです。敵は2つのグループで攻めてくるので、2つのグループの HP を0にする必要があります。攻略のポイントは、終盤は難易度が急上昇するため、敵の HP を先に0にするイコール早期クリアを狙いましょう。この戦略は後半に強くないため、序盤から中盤の爆発力で押し切るのが鍵です。その他攻略ポイントは実際にプレイしながら説明するとして、まずは編成を整えましょう。レベル3のプラマニクスのスキルを1に変更。レベル6の空き枠にデーゲンブレヒャースキル 3X モジュールを編成。最悪なくてもいいですが、フレンドから借りることもできます。他は変えなくて大丈夫です。空き枠に別のオペレーターを無理やり編成しても、目当てのオペレーターを引ける確率が下がってしまうだけなので、自分流で攻略したい方以外は特に編成しなくても大丈夫です。おすすめのカスタム要素は入手できるアイテムによって変わってくるのであまり触れませんが、一つ例を出すならロスモンティスのスキルを1に変更し、氷のアイテムダメージを与えた時 20% の確率で対象に1秒間の寒冷を与えるを入手できたら、ロスモンティスの S1 はかなりの確率で敵を凍結状態にすることができます。革新協定に挑む準備はできましたか？シルバーアッシュ戦略の解放と編成を整えたら一緒にクリアを目指しましょう。では革新協定やっていきたいと思います。使用する戦略はシルバーアッシュ。12ラウンド目くらいからボスクラスの強敵が出てくるので、12から13ラウンドで敵の HP を削り切るのが目標です。どうやったら敵の HP を早く削れるのかというと、一つはできるだけ多くのオペレーターを配置して勝利する。もう一つはオペレーターのレベルが高ければ高いほど多く削れるイコール貢献能力が高ければ高いほど敵の HP を多く削ることができるということになります。なので進め方としては、できるだけ配置上限になるようにレベルの高いオペレーターを招集し配置する。これだけ聞くと結構簡単そうに聞こえますが、出るオペレーターや装備、途中で選択できるバフがランダムのせいで誰でも同じような結果になるとは限りません。剣士協定は根気強さも必要になってきます。マップの形や敵の出方もみんな同じではないので、オペレーターの配置場所については参考程度で、どうしても勝てないような敵が出た時はトライアンドエラーあるのみです。では実際にプレイ像を見ていきましょう。ラウンド1は低レアオペレーターの招集。できれば遠距離攻撃ができるクルースやスチュワードを招集しましょう。理由は次のラウンドで補給レベルを上げた時にシルバーアッシュ戦略によりマッターホルンがもらえるからです。ここではビーグルとハイビスしかいないのでハイビスを招集します。マップに原石マスがあるのでうまく活用します。ラウンド2、補給レベルをレベル2にしマッターホルンを招集。敵の種類とどの敵が上ルート下ルートで来るかを確認しながらオペレーターを配置してください。ラウンド3、戦略バフを選べますが、ここもランダム要素です。職業ごとのエリート装備セットを選ぶならアタッカー役の狙撃、術師のエリート装備がおすすめです。アビサルハンターやカランド貿易などの陣営バフもいいですが、オペレーターガチャを当て続けないといけないので、どれが一番いいとは一概に言えません。
ここでは1番のカジミエシュ装備、2番のエリート術師装備、3番のエリート重装装備があったので、2番のエリート術師装備を選択しました。理由はシルバーアッシュ戦略により術師のイエラがもらえるからです。後にオペレーターガチャでゴールデングローを招集できたらかなり強力です。エリート狙撃装備もおすすめで、幽竜チェーンを招集できれば大きな戦略になります。もし貢献能力が上がる戦略バフがあったら優先して選択しましょう。早期クリアが大前提なので、敵の HP を多く削れる戦略バフはとても貴重です。補給レベルを上げるポイントがないときは、できるだけ多くのオペレーターを招集し配置しましょう。序盤はある程度適当でも大丈夫です。ここではビーグルを招集し補給線を更新。交換したいオペレーターやアイテムが出たら凍結をうまく利用しましょう。ポイントが余っているので初期 SP が増えるアイテムを選択し、マッターホルンに装備しました。エリート術師装備をつけるオペレーターがいないので今のところは温存です。ラウンド4、補給レベルをレベル3にしプラマニクスを獲得。オペレーターを配置し補給線を更新。特にいいのが出なかったので戦闘を開始します。ラウンド5、補給レベルを上げるポイントがないのでマッターホルン招集。補給線を更新。 J 招集。 J は序盤から中盤は結構強いです。盤面を整えたら戦闘を開始します。ラウンド6、戦略バフを選べますがここもランダム要素です。貢献能力が上がる戦略バフがあるので優先して選択しました。早期クリアが大前提なので敵の HP を多く削れる戦略バフはとても貴重です。補給レベルを4に。2体いるマッターホルンが出たので重なって精鋭マッターホルンになりました。2位のオペレーターが精鋭になると昇進配分許可証を1枚獲得できます。昇進配分許可証を使用すると補給線のレベルよりも1等級上のオペレーターを招集できます。このカードが攻略に大きく影響するのでうまく活用し強力なオペレーターを入手しましょう。おすすめはウルピアヌスとグレイディアのセットや幽竜チェーン、ゴールデングロー、レーゲンブレヒャーです。ウルピアヌス S3 の場合余計な場所に飛んでいってしまうことがあるので状況に応じて向きを変更してください。装備があったら強いオペレーターに装備し直しましょう。補給線を更新した時にロックしたいものがあれば凍結機能を活用しましょう。ラウンド7、ラウンドも中盤に差し掛かると編成の方向性が少しずつ見えてきます。次はあのオペレーターが欲しい、あの装備を狙いたいなど頭の中を一度整理しておきましょう。とはいえ引けるかどうかは運次第なので状況が厳しそうならリセットも視野に入れましょう。今回は凍結しておいた装備を取得し補給線を更新、ラップランドを選びました。私がスルーしたオペレーターや装備でもみんなの編成にはぴったりはまる可能性があります。ここからは自分のチーム編成に合わせて最適な選択をしていってください。ラウンド8、補給レベルを5に上げました。この段階になるとウルピアヌスやグレイディアといった強力なオペレーターが招集可能に。さらに招集配分許可証を使えばレベル6のオペレーターまで手が届くのでここから一気に戦力を底上げしていきましょう。そして補給レベルを上げた時にシルバーアッシュ戦略でイエラを引くことができました。術師枠を強化したい気持ちが高まりますがやっぱり引けるかどうかは運次第。敵の HP を大きく削るために手持ちのオペレーターを全て配置して戦闘開始です。ラウンド9、ボーナスステージなのでできるだけ全ての報酬を獲得しましょう。方向性はある程度固まっているのでオペレーターを招集していきます。エリート術師装備があるのでイエラを招集、そして更新。ウルピアヌスとグレイディアが来ましたね。これはどちらも招集しましょう。グレイディアがもう一人いますが資金不足なので凍結しときます。あとは盤面を整えて戦闘開始です。
ラウンド10、ここでは戦略バフの選択から。この辺りまで来ると戦略バフはほぼおまけ扱いで OK。 特に狙いもなかったので今回は無難に3番のステータスアップ系を選びました。凍結しておいたグレイディアを招集し、補給を更新して目当てのオペレーターや装備を探します。その途中、3人目で精鋭化するイエラを獲得。さらに昇進配分許可証を使ってレベル6の術師ゴールデングローを選択しました。更新で2体目となるラップランドが出現。ただし資金不足だったため控えにいたビーグルを売却して対応。オペレーターを売るタイミングは配置数オーバー時で重複していないキャラが控えにいる時がベストです。なお同じオペレーターが2体揃っている場合、昇進配分許可証を獲得できるチャンスなので控えに置いておきましょう。レベル6の GG ちゃんには強力な装備を装着。 J が控えに入ったのでこちらも売却して整理完了。盤面を整えたら戦闘スタートです。ラウンド11、1つ目の敵グループを撃破。残るもう一つのグループもできるだけ早く削り切ってしまいたいところです。補給レベルを6に上げることもできますがクリアが目前なのでここはオペレーターや装備の強化を優先する判断に。まず3人目で精鋭化できるラップランドを獲得。さらに昇進配分許可証を使ってレベル6の幽竜チェーンを招集しました。資金が余っていたので無難に使いやすそうな装備をいくつか購入しておきます。次のラウンドで決着をつけたい場合は補給を何度か更新して資金をしっかり使い切るのがおすすめ。準備が整ったら戦闘スタートです。シルバーアッシュ戦略を使って序盤からしっかり編成を整えられればラウンド12から13あたりで両チームの HP を削り切ることも可能です。今回は運よく貢献能力が上がる戦略バフを早い段階で引けたおかげでラウンド11でのクリアとなりました。もちろんオペレーターの招集も装備も戦略バフもほとんど運任せ。正直動画のようにスムーズにいかないことも多いです。私も何度もチャレンジしました。ウルピアヌスとグレイディアで前線を固め GG ちゃん S3 の全体攻撃、幽竜チェンの広範囲高火力で一気に押し切る。この編成は非常に強力ですがラウンドが13を超えると一気に敵が強くなり難易度が跳ね上がります。なのでできるだけ早く敵 HP を削り切ることを意識して進めるのが大事です。今回のイベントは大陸版グローバル版ともに初の形式ということでランダム要素が強すぎて正直賛否もあると思いますが少しでも参考になる部分があったら嬉しいです。なお動画公開後に気づいた攻略メモやコツがあればコメント欄に固定しておくのでぜひチェックしてみてください。それでは次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。